にちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日は我が家のユニットバスTOTOサザナについてのご紹介です。うちは築20年の戸建てですが、お風呂はリフォーム引き渡しから5年8ヶ月が経過しています。その現在の状況と良かった点、悪かった点をランキング形式でご紹介しようと思います。お風呂っていうのはそう簡単に取り替えるものではありませんので、ある程度長く家族で実際に使った状況とその感想というのは、これからユニットバスの購入をお考えの方に必要な情報なのかなと思いまして、今回は動画を作成することにしました。ご参考にしていただけたら嬉しいです。では早速スタート。まず我が家のお風呂はこんな感じです。カタログを見ますと色も柄も本当にたくさんあって迷ってしまうと思うんですが、我が家はこの落ち着いた感じのグレーの色調が一面、他の3面はよく見るとストライプなんですが、色はオフホワイトの壁です。落ち着きがあって私は気に入っています。パーツごとの説明です。ドアは開き戸です。リフォーム前は折れ戸でしたが、間接部分の掃除がない分引き戸にしてよかったと思っています。やっぱり掃除は断然楽です。ほっからり床。ほっからり床はひびが入ったり傷つきやすいっていう話も聞いたことがありますが、我が家は今のところ問題ないです。掃除方法は取扱説明書通りに週に1回中性洗剤とブラシでお掃除をしています。浴室全体に言えることなんですが、ピンクカビが発生するお宅も多いかと思います。ピンクカビを調べてみましたら、あれ実はカビじゃなくてロドトラルという酵母菌だそうです。空気中に浮遊していて、普通のカビよりも繁殖力が強く、栄養があまりなくても水分だけでどんどん繁殖してしまうということでした。ですので我が家では毎日お湯を抜いて、最後に浴室全体にシャワーをざっとかけて乾燥機で乾燥させています。これでほぼカビが発生することはないんですが、それでもたまに目地の部分にピンクカビ、黒カビが発生することはあります。だいたい月1回くらいですね。小さくても発見したらすぐにカビ取り剤を使うようにしています。これで5年以上経ってもカビのないお風呂が保てています。お風呂の蓋用のフックはあるんですが、毎日お湯を抜くことにしたので蓋は捨てました。蓋の掃除という手間が一つ減ったことと、毎日乾燥させることでカビの発生がなくなったことを考えても、蓋は撤去してよかったと思っています。位置が自由に変えられるスライドバーは必要ないって方もいると思うんですが、うちは子供が小さいうちはシャワーヘッドの位置を微妙に変えることができたので良かったなと思っています。カウンター下収納棚はほとんど使ったことがないので、なくても良かったです。マグネットで浴室の壁につけられるものが売っていますので、それだと設置場所を自由に変えられるので、つけなくても良かったかなと思っています。鏡もなくていいっていう方もいるとは思うんですが、うちはこの扉の真正面がこの大きな鏡なので、ドアを開けると姿見としても使えますので、あってよかったと思っています。週に1回水滴の跡が取れなくなる前に拭いていれば、5年経ってもかなりきれいに保てています。バスルームのお掃除の仕方についてはまた別の動画でご紹介しようと思っていますので、よかったらぜひご覧ください。窓はリフォーム前からついていた窓です。開けることはほとんどありませんが、開けるとこんな感じです。窓があると開放感があっておしゃれな感じですし、昼間は明るいので私はあってよかったなと思っていますが、ブラインドのお手入れなど掃除箇所は増えますよね。断熱効果も下がりますし、特にお掃除面を考えたらない方がいいのかなとは思います。ではお待たせしました。良かった点、後悔した点トップ3です。3位は床の排水口です。以前使っていた排水口は蓋の面積が広かったので、裏のヌルヌルの部分も大きくて
掃除するのが大変でした。これは片手でポイッと捨てられるのでとても楽です。ティッシュで拭き取るのでもいいと思います。良かった点トップ2はほっからり床です。タイルより柔らかくて冷たくないので気に入っています。さっきもお話しした通り、毎日最後にザーッとシャワーをかけて汚れを洗い流していることと、週1回のお掃除で水はけが悪くなるということも感じたことはありません。トップ1は浴室乾燥です。うちはこんな機能をつけているんですが、一番良かったと思っているのがこの浴室乾燥です。これはオプション機能です。浴室の湿度を下げる力は換気よりも乾燥の方が強くて、毎日乾燥機をかけることで5年以上経ってもほとんどカビが発生していないバスルームを保つことができているんではないかなと思っています。続いて後悔している点トップ3です。第3位はライトです。このちょっと黄色っぽい温かみのある色は電球色と言います。電球色は汚れが目立ちにくいというメリットもありますし、リラックスできそうでいいかなと思ったんですが、個人的にはちょっと暗いと感じています。中白色にすればよかったと少し後悔しています。ちなみに私以外の家族はどっちでもいいとのことです。後悔している点第2位は浴槽の排水栓です。後悔というか、ちょっとお掃除が手間になったなと感じている部分です。以前の排水栓がゴム栓でお手入れが簡単だった分、手間が増えた気がしています。説明書には歯ブラシなどでパッキンの汚れを掃除して綿棒で髪の毛などを取り除くと書いてあります。後悔している点第1位はカウンターです。我が家は通常のカウンターですが、人工大理石のカウンターにすればよかったと後悔しています。これ見えますでしょうか。ちょっと分かりにくいかと思うんですが、このカウンターの上にトリートメントを置いたまま浴室乾燥機をかけたら、中身が膨張して液体が飛び出して、それがシミになってしまいました。いろいろ試しましたが、何をやっても取れません。トリートメントの種類によるみたいなんですが、乾燥機を検討されている方は注意してくださいね。ということで、5年8ヶ月使用した我が家の TOTO サザナについてのご紹介でした。総合的にはこのシステムバスにとても満足していますのでおすすめです。ちなみにうちは自動のお掃除機能はついていませんが、週1回のお手入れでも十分きれいが保てていると思っていますので、さっきも言いましたが、今度別の動画でお掃除のやり方についてもご紹介しようと思っています。よろしければそちらもぜひご覧ください。チャンネル登録と高評価、コメントもよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。